今回はリールの下巻き交換について紹介させていただきます。こちらリールは台はインパルト2500となり、PE0.85 が巻いてあります。PE は長考ごとに10メートルぐらい切っていきますので、徐々に PE ラインが減ってしまい、スプールに引っかかって出にくくなります。まだそんなにスプールエッジに引っかかるような状況ではないのですが、PE がどれだけ残っているのかの確認も兼ねて、下巻きを調整したいと思います。まずどれだけ下巻きを貸す必要があるのかの判断のため、どれだけ減っているかを確認します。目測でおおよそ 1mm ぐらいでしょうか。そして、下巻きの調整のために使用するのは、第一成功、高速リサイクラー 2.0。糸の巻き替えだけに4000円程度かかるツールとなり、同じようなツールの中では高い部類となりますが、これがあるとないとでは作業効率が全然違います。PE を使っていると、血を抜きにすらスプールに巻き取って水につけたりと、比較的リールのスプールから糸を巻き取る機会は多いので、持っていて損はないと思います。便利ですよ。組み立てて、テーブルにセットしていきます。詳細は高速リサイクラー 2.0 の取扱説明書をご参照ください。空のスプールをセットします。リールの PE をこの空スプールに巻いていくことになります。直径が約 10cm 弱で、内巻きでおおよそ 30cm を巻き取るスプールとなります。高速リサイクラー 2.0 のギア比は1対 3.5 ですので、内巻きでスプールは 3.5 回、スプールの外周が 30cm なので、おおよそハンドルを1回回すと約 1M 巻き取ることになります。高速リサイクラー 2.0 のハンドルを何回回すと下巻きの糸が出てくるかで、おおよその残りの PE の長さがわかるわけです。あまりにも残りの長さが短い場合は、PE 全部を繰り返えることを考えます。さて、取り付けが完了したので、テーブルにセットして固定します。リールからの巻き取りの開始です。リールをベールフリーにして、PE の端糸をスプールにテープで固定します。テープで固定したら、最初の数巻きはゆっくり巻いてください。片手でハンドルを回して、もう片方の手は、ラインをつまんで、スプールに巻くときに平らになるように少し動かす役割分担となります。回数を数えながら回しています。先ほど申しましたが、今回のスプールの場合は、内巻きで約 1m を巻き取りますので、回した回数 ×1m で、残りの PE の長さがわかります。14、15、16と時間がかかるので、ここからは早送りをしたいと思います。白い糸が下巻きの糸です。下巻きが見えてきたら少しゆっくり巻いていくようにします。今、100回目です。これで PE は残り 100m 強あることが分かりました。これだけあればまだ十分で、巻き替える必要はないことが確認できたので、下巻きも含め全部の糸を回収していきます。下巻きを含め、すべての糸の回収が終わりました。下巻きの糸とスプールの接続部はそのまま利用しますので、切らずに解いていますが、切って巻き直しても大丈夫です。巻き足す下巻きの糸を高速リサイクラー 2.0 にセットします。今回使用するのは、使用済みの PE0.6 号です。下巻き用に保管していたものとなります。この PE0.6 号を巻いていきます。下巻き用の糸は、できれば細めの PE が使いやすいと思います。テンションを調節して、ゆるゆるではなく適度にテンションをかけた形で巻いていきます。巻く量は、最初スプールエッジから 1mm ぐらい減っていたのを目安に、内側なので、その2倍ぐらい、2mm ぐらい巻き足すのがイメージとなります。直径の差などで、巻く量は算出できますが、そこまではしていなくて、勘を頼りに、気持ちを多めにした巻きを巻き足します。
下巻きを増やしすぎたとしても、最悪、端の PE を切断すればいいのではないか、と思っています。どれだけ巻いたかを、スプールの内側についている布などを垂れ目に、イメージしていきます。こんな感じでしょうか。下巻きを追加できたので、この上に先ほど巻き取った下巻きプラス PE を戻していきます。私は面倒くさがりなので、元々のスプールと下巻きを直結するための結び目をそのまま使用しています。もちろん結び直しても大丈夫です。下巻き用の端をスプールに直結することができたら、私は結び目のコブが嫌いなので、テープを貼っています。テープはベタベタが残ったり好き嫌いがありますので、お好みの方法で固定いただければと思います。一気に巻き戻していきます。巻き方が緩いと、かなり糸が余ってしまうことがあるので、しっかりテンションをかけて、気をつきつめに巻いていくのがポイントです。巻き戻し完了しました。どうでしょうか。かなりスクールエッジとの隙間が小さくなっているのがお分かりいただけるかと思います。私は深せずにこの PE を使っていますので、ベールフリーにした時にストレスなくパラパラ道糸が出ていってくれるのが重要です。今回は成功ですね。かなりスクールエッジギリギリまで巻くことができました。皆さんの参考になりましたら幸いです。チャンネル登録といいねをぜひよろしくお願いいたします。